今日はホテルから徒歩で稲荷大社へ向かいます。琵琶湖疎水に沿って歩きます。私が歩いているのは鴨川運河コースの一部です。稲荷駅に到着です。この時は気づいていませんが、間違えて裏参道を通っていました。踏切を渡って右に曲がるべきでした。さっき地図を見たのに、単に人についていってしまい、軽いパニックです。こちらは裏参道大鳥居。左から長寿社、楼門。2番鳥居です。楼門の向かって右の前川さみおさんの歌碑には、赤々と、ただ赤々と、照り入れは伏見稲荷の神と思えぬとあります。重要文化財の楼門は国内最大級で豊臣秀吉によって建てられました。伏見稲荷大社は宇賀の御霊の狼を祀り、五穀豊穣、商売繁盛、家庭安全、交通安全、芸能上達のご利益があるとのことです。左の駒狐が霊徳を身につけようとする願望の象徴である鍵を加え、右の駒狐は稲荷大臣の霊徳の象徴である宝玉を加えています。本殿の前の内拝殿です。内拝殿と本殿は隣接しています。口が「あ」の形になっている左の随神の左大臣と右の随神の右大臣です。この2体で阿吽です。下拝殿、舞殿は1840年に建立されました。重要文化財です。灯籠に見える動物は12の星座を表し、報道12球と呼ばれます。蟹座とヤギ座が確認できます。三ヶ峰にあった3つのお社がこちらの本殿に下ろされたのが1438年で、応仁の乱によって1468年に焼け落ち、再建が1499年、主催人は宇賀の御霊の狼です。重要文化財です。この駒狐は稲穂をくわえています。尻尾に乗っているのは火炎宝珠です。権殿です。神様を遷座、つまり修理の時などの仮のご安置をする場所で1635年に建立されました。本殿を横から見ています。権殿を右手に石段を登っていくと見える4つの小さなお社の成末社です。両宮社、おしゃあい殿、加田社、長者社。こちらは玉山稲荷社です。この社殿は東山天皇が宮中において奉仕されていた稲荷社ですが、1874年に当社に編座されました。神目社です。境内は山のてっぺんまで全部を含みます。普通に歩いて2時間かかります。奥宮前にいます。では千本鳥居を上がっていきます。おびただしい数の人がいて、抱いていたイメージとはかなり違います。奥社養拝所ではこちらから稲荷山へお参りができます。値上がりの松です。奥社養拝所から山頂への参道へ10メートル先にあります。
熊高社へ向かう最後の石段が始まる手前に、右横に福重狼、大岩狼、白玉狼が出てきます。白旗大明神は、主に鎌倉幕府を開いた源頼朝の信号を指し、源氏の白旗にちなんで名付けられています。一生、学業成就、武芸芸能などにご利益があると信仰されています。左が甘味処竹屋さん、右が祭神が熊高狼の熊高社、工事をされています。熊高狼は、勝負事、商売繁盛の神様です。三辻あたりです。右に御霊亭です。大松社です。三徳亭です。高いですね。衣食住の3つの徳を持つという三徳大臣を祀る三徳社です。三徳亭の向かいにあります。そばのお塚です。小さい神社はお塚と呼ばれます。数は1万ほどあるそうです。四つ辻です。四つ辻は稲荷山の中腹にあり、展望台もあり、眼下に京都市内を見渡すことのできるスポットです。地図は東向きになっています。見えるのは京都南区です。中央を走るのは第二京阪道路です。楼門、第二鳥居、大鳥居が見えます。全体は南区で、京阪道路の向こうが上鳥羽石橋町あたりで、その手前が武田向城町です。権太夫稲荷の田中社親戚です。権太夫稲荷は大国の主の神の別名で商売繁盛の神様です。こちらは三辻へ戻る道です。私は東の大杉社が見えてくる方向へ進みます。四つ辻より上手に祀られる神々を稲荷山七奇跡と言います。名前を挙げると、御前谷奉拝所、長者社親戚、上野社親戚、中野社親戚、家電社親戚、下野社親戚、田中社親戚です。たまたまこの時点で前後に誰もいません。大杉社です。大きな杉の切り株と石をご神体として祀られ、材木業者や大工、建築、工務店関係者の信仰を得ているそうです。こちらの長寿社の狐は逆さまの姿勢で竹をくわえています。無病息災を祈る眼力狼の眼力社です。目の病気併誘のご利益があるほか、転じて先見の明、眼力が授かると言われ、会社経営者や相場関係者の信仰があります。方角は東、薬力社と三剣社と一の峰の方向へ進みます。薬力狼の薬力社です。無病息災と薬関係の仕事の商売繁盛にご利益があるとされています。こちらも七親戚の一つの長者社親戚の三剣社です。刀を打つのに必要な火の神、鴨玉頼姫を祀り、刀鍛冶や刃物業者に信仰されているそうです。
山頂を目指します。山頂233メートルの峰にある神の社親戚に到着です。親塚の周りを一周してみます。たくさんのお塚があります。こちらのコマギツネさんも鍵と玉をくわえていますね。前掛けがかわいい。二の峰へ向かいます。束の間の静けさです。二の峰の中野社では、青木の狼、猿田彦狼が祀られ、中の社親戚とも呼ばれています。猿田彦といえば、道先案内の神様ですね。愛の峰の家電車親戚です。伊勢狼が祀られています。三の峰の下の社では、白菊狼が祀られています。ここから出土した変形神獣鏡が京都国立博物館に保管されているそうです。四つ辻まで降りてきました。左手に見える建物が俳優西村和彦さんのご実家の西村邸です。三つ辻へ向かいます。御霊邸の植木です。三つ辻より西に向かって桃軽石と玉姫狼の方へ進みます。良縁の神である玉姫狼を祀る玉姫社です。左の星神不動神社を通り過ぎたあたりです。豊川稲荷の滝に神殿の豊川狼を祀る豊川社です。稲荷狼の大きな塚、末広狼の塚、白龍狼、黒龍狼の塚、龍の像などがあるそうです。荒木狼は縁結びのパワースポットで、ご祭神は口入れ稲荷狼です。口入れとは仲人を意味し、縁結び、求人、就職など人との良縁のご利益があるそうです。
大日本大道橋とあります。勝森と福仙森です。今回はお守りをいただきたかったので、早朝には来ませんでした。初めての参拝でしたが、とても気持ちが良かったです。気分が晴れやかになりました。こちらへも帰国のたびに立ち寄らせていただこうと思います。再び琵琶湖疎水に沿って歩いてホテルまで戻ります。最後までご視聴ありがとうございました。